さて今日のテーマは中東の戦争と半導体調達だよ。いきなりスケールが大きすぎです。でもな、これがめちゃくちゃ身近な話なんだよ。どのくらい身近なんですか？あかりさんが今日最速メール打った部品までつながってる。ぜひ教えてください。ホルムズ海峡って原油が通るとこだって知ってる？それは知ってます。原油だけじゃないんだよ。他に何が通ってるんですか？ LNG、液化天然ガスも通ってる。世界の LNG の取引量の約 20% があの海峡を通ってる。 20% ってかなり多いですね。アジア向けに絞ったら 83% だよ。メモします。その LNG が特に向かうのが台湾なんだ。台湾が LNG を？台湾はエネルギーの 97% を輸入に頼ってる。しかも去年の5月に脱原発が完了してますます LNG に頼るしかない体制になった。それはかなり脆弱ですね。そしてね、台湾には半導体工場がある。はい。台湾全体の電力消費の9から 10% を1社で使ってる。一社でそんなに？2030年には 24% になる予測もある。それって工場一つ増やすだけで電力が足りなくなるんじゃ。もうそういう状態始まってるんだよ。じゃあホルムズが封鎖されたら半導体工場の電力が？そう、そのドミノが今ゆっくり倒れ始めてる。ちょっと怖い数字見せてやろうか。見ます。台湾の LNG 備蓄日数今いくつだと思う？30日ですか？11日。11？ 1週間ちょっとしかない。それって短すぎませんか？比べると日本が21日、韓国が30から40日。韓国の3分の1。そう。日本の21日でも心もとないのに11日って。ホルムズの封鎖が2週間続いたら台湾の備蓄が尽きる計算になる。しかも今封鎖がほぼ継続中だ。今この瞬間そういう状態なんですか？そういうこと。台湾の電力が不安定になって半導体の生産が落ちるということですか？そこまで理解できたなら次の話に進めるね。まだあるんですね。あかりさんが担当してる部品ってどんなやつが多い？マイコン、電源 IC、ロジック IC、量産品で単価も安いやつが多いです。それを業界では汎用チップって呼ぶんだ。汎用チップですね。逆に AI チップって1枚いくらすると思う？数万円ですか？数百万円から1000万円近く。それは高い。 AI 向け半導体の需要は今供給の3倍以上ある状態だ。作っても足りないということですか？電力に制約がかかったら収益が高い方を優先して作るよね。そうなると汎用チップが後回しに。あかりさんの部品が後回しにされる。私の？業界の人間ならうすうす知ってること。でも実際言われると怖いですね。2021年の半導体不足の時も自動車向けが確保できなくて工場を数週間止めた会社があった。喪失ってどのくらいだったんですか？数千億円規模と言われてる。数千億円？構造が似てる。でも今回はもっと深刻かもしれない。なぜですか？深掘りしよう。ベリウムって知ってる？風船に入れるやつですよね。それが半導体製造に使われてるんだよ。それ関係あるんですか？それがな、めちゃくちゃ関係あるんだよ。半導体の製造ラインではチップを極低温まで冷やして不純物を除去する工程がある。はい。そこでヘリウムを大量に使う。代替品はあるんですか？ないないんですか？そのヘリウム、世界でどこが一番作ってると思う？カタールですか？そう。なんでカタールが？ヘリウムって LNG を生成するときに出てくる副産物なんだよ。じゃあ LNG の生産が止まったらヘリウムも同時に止まる？そういうこと。世界のヘリウム供給量の 36% がカタール産だ。 36%！ 韓国はヘリウム輸入の 65% をカタール産に頼ってる。メモってもうメモ帳パンパンなんですけど。まだあるよ。中華水素っていう素材がある。中華水素ですか？ DRAM とかナンドフラッシュ、つまりスマホやパソコンのメモリチップを作るときに使うエッチングガスだ。エッチングって削ったり加工したりするやつですね。そう。これも代替が難しい素材だ。その原料はどこから来るんですか？その原料の秀素、韓国の輸入の90から 98% がイスラエル産なんだよ。イスラエル？中東紛争の当事国だよね。 LNG 問題、ヘリウム問題、
臭化水素問題、これって30に来る？そう。 2021年のコロナ禍を超える可能性があるってことですか？俺はそう思ってる。日本のメディアはあんまり報じてないんですよね。まだあんまりね。2021年と今回って何が根本的に違うんですか？2021年の時はな、コロナで需要が落ち込んで発注キャンセルが起きた。はい。ファブが他の用途に生産枠を振り替えて、需要が戻った時に部品が確保できなかった。需要側の問題だったということですか？そう。需要が正常化すれば戻ってくる問題だった。だから2023年以降は落ち着いたんですね。今回は違う。どう違うんですか？今回の根本はエネルギーの物理的な供給制約と材料の地政学リスクにある。地政学リスクって一朝一夕には変わらないですね。台湾が LNG に依存している構造、簡単には変わらない。ヘリウムの産地もすぐには切り替えられないですし、ホルムズが開くかどうかは誰にも予測できない。出口が見えない問題ですね。でも調達担当者として今週できることはある。何をすればいいんですか3つあるよ。メモします。まず台湾ファブ系の部品の在庫日数を確認すること。在庫の日数ですね。日本の集積回路輸入の 58% は台湾産だから、かなりの会社が依存してる。15日以下なら今すぐ動くシグナルだ。2つ目は代替ソースの候補を3社挙げておく。韓国や国内のファブですか？そう。完全な代替は難しくても選択肢を知ってるかどうかで全然違う。3つ目は上司と経営陣への簡単な報告を4行で作ること。現状、リスク、影響度、対応方針、それだけでいい。それだけで伝わるんですか？報告しないことの方がリスクだから。確かに状況を把握してる担当者がいるって示すだけで違いますね。そういうこと。整理しますね。ホルムズ海峡封鎖で台湾への LNG が止まる。台湾の電力が不安定化して半導体工場の稼働率が落ちる。汎用チップから後回しにされる。さらに LNG が止まったらヘリウムも止まって臭化水素の調達もリスクになる。30に来るということですね。完璧だよ。で、今週できることは在庫確認、代替ソース調査、経営陣報告の3つ。一つだけ付け加えさせてほしいんだけど、半導体って現代の製造業の血液みたいなもんなんだよ。血液ですか？その血液を作ってる工場が今地政学リスクの最前線に立ってる。調達担当者としてリスクを把握して動けるかどうか、それが会社を守る最初の一手になる。中東は遠い話じゃないんですね。今日から感覚を変えてほしい。はい、今週中に動きます。よし、じゃあランチ行こうか。近所にめちゃくちゃうまいオムライスのとこ見つけてんけど。高谷さんってほんと食べ物にしか全力出さないですよね。否定はしない。じゃあチャンネル登録と高評価もお願いします。あとブログにも詳しい解説記事あるから概要欄チェックしてね。